作った人からするとそれはどう見えるのかっていうのはやっぱり僕らには分からない部分ですよね。僕ら以上の密度というか濃度でそもそもニュージーンズさんたちに接しているというか、高評価ボタンとチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。結局いろいろ言われてるけどどうだったんっていうところのお話をね、この前の配信とかで記者会見のやつかなとかでいろいろありましたけど、ジンさんっていう韓国人の方が YouTube やってらっしゃるやつで、ハイブソードをどっちが悪いってやつを上げていらっしゃったんですよ。これこういうことなんじゃないって僕が思った部分とか、なんだっけ、この今ジンさんもおっしゃってるのは、ハイブさん側が背任の疑いがあると、で証拠が揃ってるって言ってるその内容ってどうなんだっていうところのお話と、アイリットさんたちはニュージーンズちゃんたちのコンセプトみたいなものを真似してるのではないかっていうところでどうなんだっていう、そこについてのお互いの返答がないよねっていうふうにここでジンさんはおっしゃってるっていう感じですかね。ジンさんだから分かりやすいですよね。日本語の伝え方もめちゃめちゃお上手ですし、韓国人の人が見てても、どれぐらいそのねアイリットちゃんとかニュージーンズちゃんたちにフォーカスをしてるか、普段から見てるかっていうところでも多分なんか認識みたいなものは変わってくるのかなっていうふうに思いましたね。見てから参加した方がいい。なんとなくでもお話ししながらお話ししていくので、社内で銃をお互いに撃っている感じなんですね。マスコミをどう利用するか考えていない気がします。なんかこの辺りは我々ってその日本にいるし、日本語でしかやっぱり最終的には情報をキャッチアップできないじゃないですかっていうところに対して、やっぱり韓国のエンターテインメント事情っていうところだったりとか、あとはその韓国のマスコミ事情みたいなところのいわゆるなんでしょうね、インフラにおける認識みたいなものがある現地の方たちの温度感っていうところはすごく参考になるなと思いますよね。こういうところはね、マスコミをどう利用するかしか考えてないような気がしますっていうふうに韓国の人は見てて思うよねっていうところだと思うので、これは一つ参考になるかなって思いますね。どっちもどっちだよねっていうね朝寝坊してる私が一番悪いでも確かに結局どちらも自分たちが一番頑張ってやってるんだなっていうのは感じますよね。そのハイブさんもどうしてもね利益目的で動いてるんじゃないかとかっていう風に言われちゃったりとか、そのコストカットとか利益重視のね動きをしてるっていう風に見られちゃうのしょうがないよねっていう、それはそれででもハイブさんというその会社としてできる一番こう最短距離で最大効果を出せるやっぱり道を模索していかなければならないよねっていうところも絶対あると思いますし、抱えてるねアーティストさんたちの数もそうですし、社員さんの数もそうですけども、やっぱりそっちのベクトルで見ていった時の正義とミンヒジンさんがクリエイターとして、持っていく時の正義っていうところはやっぱりこれはね合わないというかね、どうしても食い違ってきてしまう部分はあるのかなっていうのはやっぱ感じますけどね。わかる。コンセプトはね僕もめっちゃ被ってるっていうわけじゃないんじゃないかなというふうに思うんですけど、これもでもやっぱりあれですよね、我々から見てそう感じる部分とその中の人として見るところだとやっぱね感じ方は違うんだろうなっていう、持ってる情報量とかも違いますしね、アウトプットしてる量とかもね。ダンスもニュージーンズちゃんたちとアイリットちゃんたちとはちょっと違う。でもこのジンさんの観点は僕鋭いなと思いますね。ちょっと不慣れというか、いわゆるなんだろう、グループとしてのまだ完成度もそんなに高くないっていうのも正直なところあるとは思うんですけれども、振り付けのニュアンスとかにその初々しさみたいな所作が結構多いんですよ、振り付けの中で。でニュージーンズさんたちはどちらかというと本当に全員で向きを揃えて形を固定して踊るっていうよりかは、本当に常にシルエットを変えながら漂うというか動き続けるみたいなのがニュージーンズさんたちのダンススタイルなので、なんかニュージーンズさんたちが一時期何か CM か何かかなタイアップでいわゆる K-POP っぽい振り付けを踊ってる時はめちゃめちゃ K-POP アイドルみたいな感じだったんですよね。こういうなんか分かりやすい振り付けやってる時は。でも自分たちのその楽曲とかで踊ってる雰囲気はもう全然やっぱりニュージーンズちゃんたちっていう風になってるので、振り付けの部分での類似性という意味においては確かに、形の部分で見るとそうなんですけれども、ニュージーンズさんたちの出してるそのニュアンスの部分でいくとあれはね本当に
いまだにニュージーンズさんたちだけな気がしますね。あそこまでフィーリングで踊ってるっていうのは。で逆に言うとアイリットちゃんたちはそのフィーリングの部分の色味とかっていうのをもう少しデジタルというか電子っぽくしてるというか、ちょっとだからなんだろうな、こうたまごっちとかそんな雰囲気がありますよね。可愛い、おもちゃっぽい雰囲気出すのがうまいなっていう。おもちゃっぽいっていうのはなんかこうなんだろうな、安っぽいとかそういうことではなくて、そういうデジタルなギミック感みたいな部分ですかね。ペー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 の電子音で6人目がいるっていう風にジンさんおっしゃってましたけど、ああいうところで声をこう思いっきり加工して、もう歌うっていうかペーペーペーっていう歌ってる声を流すっていう方法とかもそうですけれども、すごくこうデジタルな雰囲気、デジタルキュートっていうんですかねっていうのが相まってるなっていう風に感じるので、ちょっとだからお邪魔女ドレミじゃないですけれども、お邪魔女ドレミって古いもしかしてかなっていう風に思います。ニュージーンズちゃんたちはめちゃめちゃグルーヴとノリのチームなので、ダンスも結構ねオールドスクールなんですよね、踊り方がね。そういう意味でいくとただ、作った人からするとそれはどう見えるのかっていうのはやっぱり僕らには分からない部分ですよね。それはね、だからそうパクったパクってないとかオマージュじゃないとかいろいろな言い方表現の仕方をすることはできるんですけれども、ちょっとやっぱり僕ら以上の密度というか濃度でそもそもニュージーンズさんたちに接してるというか、いや作ってるのでそのニュージーンズさんたちのあれを作ってる、だから今のバブルガム、さっきも見ましたけどバブルガムを作れるやっぱりその手法とやっぱりなんだろうな情報、ピースを持ってる人からするとアイリットさんたちがどう見えるのかっていうのは、僕らが見てるニュージーンズさんとアイリットさんたちのこの比較以上のものにやっぱり全然見えてるわけじゃないですか。そもそものニュージーンズさんたちのウェイトの見え方が全然違うので、奥行きがっていう風になってくると、その目をもってしてアイリットさんを見るっていう風になると、僕らの見てる目ではもうないっていうところは一つ前提になると思うので、ミンヒジンさんはそう言ってるんだなっていう意味での、クリエイターさんのその一意見っていうところは、そこに対して我々がこう修正することはないんじゃないかなというか、だからこそ逆に言うと我々がそう感じるっていうのも一種視聴者さん目線というか世の中的な目線にはなるのかなっていう判断材料としてっていうふうに思うので、どちらも真実だとは思うんですけど、我々の意見がそう思うっていうことをやはりこう主張するのであれば、ミンヒジンさんがどう思うのかっていうその主張も同じぐらいちゃんと平等に聞くっていうことをしないと、自分たちの意見だけ言ってるっていう風になっちゃうので、それはミンヒジンさんに対してそれはあなただけの感想ですよねって言ってるのはそのまんまブーメランで自分たちに返ってきたことにもなるので、だからこそミンヒジンさんはそう言ってるんだな、なるほどなっていうところで自分たちはこう思ってるんですよねっていうのが同じレベルで同じ分量で出てこないと、やっぱりそこのバランスっていうのは、保てなくなっちゃうんじゃないかなっていうふうには思いますかね。